はい、哲也です。今日はね、商務省中国企業14社をブラックリストに追加というテーマでお話してみたいと思います。バイデン政権になったら中国に甘くなって結局中国の言いなりになるんではないかとね、一時期僕も含めてですけども、一部にそうした懸念の声が渦巻いていましたよね。しかし現状を見るとどうでしょうか。必ずしもそうとばかりは言えないのかもしれないんですよね。この問題を考える上でね、今日ご紹介するこの記事が、大変いい問題提起になるんじゃないかと思うんです。というわけでね、今日は米新疆問題をめぐり14の中国企業を経済ブラックリストに追加と題するこの記事内容をベースにお話ししてみたいと思います。7月9日、バイデン政権は新疆ウイグル自治区での人権侵害とハイテク監視疑惑をめぐって14社の中国企業等を経済ブラックリストに追加しました。米商務省は今回の措置に関して、それらの事業体は新疆ウイグル自治区のウイグル人やカザフスタン人、そしてイスラム教少数民族に対する抑圧、大量拘禁およびハイテクを用いた監視を実施し、人権侵害と虐待に関与していると説明しました。追加された事業体の名前を一部挙げておきますとね、中国電子情報技術アカデミー、新疆衆産主安人情報技術、深センコパー情報技術、新疆セーリング情報技術などの会社があるんですね。ファーウェイとかね ZTE といったような中国の有名企業ではないんですけれどもね、中国のハイテクを支えるね、これ下支えするというかね、そういう重要な IT 系の企業ばかりだということなんですね。基本的に経済ブラックリストに追加された事業体は米国のサプライヤーから商品を受け取るという際にはですね、商務省にライセンスを申請し、厳しい審査をパスする必要があるんですね。ブラックリストに掲載された企業がね、商務省からライセンスをすんなり受け取ることはよほどのことがない限りないと言うべきでしょうね。商務省はロシアとイランの一部を含む合計34の事業体とレーザーや戦闘管理システムに関連する中国の軍事近代化プログラムを直接支援する別の5つの事業体を追加したことも明らかにしました。さらにね、ジーナ・レモンド商務長官は今回の措置を断行するにあたって次のような声明を出しました。商務省は新疆ウイグル自治区で人権侵害に加担している団体や米国の技術を使用して中国の軍事近代化の取り組みを支援する団体に対しては引き続き強力かつ断固たる行動を取るとね、非常に力強いコメントを出しているんですね。今回の商務省の措置は先月6月に中国の西部地域における、これは新疆ウイグル地区が中心なんですけども、そこでの強制労働疑惑をめぐってね、太陽電池の部材メーカーなど5社やその他の中国企業をブラックリストに追加するというね、同省の決定に続くものと言えます。公平を期すためにここで中国側の言い分もね、一応紹介しておきますね。当然中国政府は今回の制裁措置に強く反発し、中国企業の権益を断固守り抜くと主張しています。中国側は新疆での大量虐殺、ジェノサイドとかね、強制労働といった非難は不当な言いがかりでありね、中国政府が行っているのは主に新疆ウイグル自治区のイスラム教徒と、中国最大の民族である漢民族との間の緊張を高めようとする分断主義者や宗教的過激派を抑え込むのに必要な対応に過ぎないと主張しているんですね。さらに中国外務省の王文賓報道官は7月9日、中国政府は中国企業の正当な権利と利益を守るために必要なあらゆる措置を講じ、米国の中国に対するいかなる内政干渉も拒絶すると述べました。
中国側のね、人権問題への他国の口出しは一貫して内政干渉という言葉でね切り捨ててきましたよね。今回もそういう言葉で切り捨てているということなんですね。人権というね、人類普遍の価値の侵害に関してはね、内政干渉という言葉で片付けることは、僕はできないと思うんですけどね。この点に関する中国の主張はある意味一貫していますよね。それはともかく、今回の米国の行動は米国等から再三にわたる厳しい指摘を受けてもですね、中国側が新疆ウイグル人等に対する人権侵害をやめないどころかね、一部ますますエスカレートしているということに対してね、バイデン政権の強い意志の表れと見られているんですね。ところで、米国政府が新疆での虐待やハイテクを用いた監視活動に関与する中国企業を標的にしたのは今回が初めてではありません。2019年、トランプ政権はイスラム教徒や少数民族の扱いをめぐって中国の AI 人工知能スタートアップ企業の一部を問題視して経済ブラックリストに加えましたよ。商務省は当時ね、トランプ前政権の時代においても中国の公安にかかる20の機関とビデオ監視会社のハイクビジョンを含む8社、並びに顔認証技術で有名なセンスタイムとメグビーテクノロジーを標的にして規制に乗り出していたんですね。このように中国の人権問題に真っ先に取り組んだのは共和党のトランプ政権であったことは間違いないわけですね。つまりその前のバイデンさんが長年副大統領を務めていた民主党のオバマ政権時代にはほとんど手つかずだったということなんですね。その長い民主党オバマ政権の間にも新疆ウイグルのみならずね、チベット、内モンゴル等でもですね、人権問題が厳しく指摘されてきましたけれども、当時の米国の政権、つまりオバマ政権は戦略的曖昧性とかなんとかいうね、わけのわからない言葉でね、煮え切らない態度を続けてきたんですね。そしてやはり同政権下で南シナ海も瞬く間に中国の軍事要塞と化していきましたね。そうした人権問題や軍事的な侵略問題に関して中国を強く牽制し、懸命にですね押し戻そうとしていたのがトランプ・ポンペイオラインだったことはご承知の通りです。今バイデン政権になって人権問題に関してポンペイオ前国務長官の意思をそのまま継承したブリンケン国務長官のリーダーシップもあってかね、より厳しい対中姿勢を前面に打ち出すようになりましたね。これ自体は大変に良いことだと思っています。しかしいつも言ってることなんですけれども、今後バイデンさんのね息子のあずさ2号絡みの問題がどう影響してくるのか、来ないのかね、あるいは気候変動問題等に関する情報を引き出すためなどといった理由で今のタフな姿勢が途中で腰砕けにならないか、ポーズだけねさも強硬に見せておいて運用面では甘くなり実効性を失ってしまわないかなどなどね、ちょっといろいろと気になる点はまだまだ残ってるんですよね。ですからね、今後とも引き続きこうした米国のバイデン政権のね動きにはしっかりと注目していかなければならないと思っています。あなたはどうお考えでしょうか。ではまた。Good luck。 目覚めよ日本人。今回のようなお話に興味のある方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。